1本700円で買える日常使いにおすすめのカラーネガフィルムコダックカラープラス200を紹介します。毎週フィルムカメラで写真を撮る方におすすめの1本です。どうもこんにちは、4号ハウスのひげっこいです。今回もご視聴いただいてありがとうございます。今回はコダックカラープラス200、こちらのフィルムを紹介します。まだ2本ぐらいしか撮ったことがないんですけど、それでもかなり気に入っていますので、今回はレビューというほどではないんですけど紹介していきたいと思います。まだ最初に買った数本を使い切っていないのですが、取り切る前にもうリピートをしてしまったほどお気に入りのフィルムです。個人的には ISO200 のフィルムはこれからこのカラープラス200が定番になっていくと思います。それでは行ってみましょう。コダックカラープラス200の特徴は柔らかい写りであっさりめ、そして彩度がそこまで高くなくて比較的オーソドックスな写りかなと思います。優しい写真を撮りたいなと思っている方におすすめのフィルムだと思っています。コダックでは同じ ISO200 のフィルムでコダックゴールド200とカラープラス200があるんですけど、さらっと比較してみるとコダックゴールド200の方が若干暖色寄りのオレンジっぽい写りになって、コダックカラープラス200はオレンジとか寒色とか青色によることもなく結構比較的フラットな写りになる印象があります。コダックゴールド200の方はもう生産終了はしているので、これからの標準フィルムはそういった面でもカラープラス200になっていくのかなというふうに思っています。富士フイルムの ISO200 も海外版のパッケージのものがあるんですけど、輸入で入ってきているものもあるんですけど、供給量があんまり多くないんですよね。だからそういった面でもこれからはこのカラープラス200が使いやすいのかなと思います。お値段とか手に入りやすさとかそういった面でもおすすめなんですけど、個人的には優しい写りとかオーソドックスな写りっていう面でもかなり気に入っています。エクターとかウルトラマックスとかそういったフィルムみたいにはっきりとした特徴をお伝えするっていうのが難しいフィルムかもしれないんですけど、それが僕的には結構好きなんですよね。例えばですけどエクターだったらいい特徴もあるんですけど、子供の色がちょっとオレンジになりすぎて失敗に見えるとか、コダックのウルトラマックス400だったら空がちょっと青くなりすぎたとか、例えばここの、壁紙が今うちは青いんですけど、ここが今だったらちょっとネイビーっぽく見えるんですけど、それがもう真っ青になったりとか、そういった感じに映ったりするのが、ちょっと失敗に見える部分もあったりするんですけど、そういったことが全くなくてすごく特徴があるような写りになる感じはないんですけど、失敗写真が少ないっていうのがやっぱりこのコダックカラープラスの特徴かなと思います。だからかなり使いやすいんじゃないかなと思うんですよね。特徴があんまりないとか優しい写りとかオーソドックスとか言ってしまうと、あんまりそのフィルム自体は気に入ってないのかなって思われるかもしれないんですけど、そういったことは全然なくて、その僕的にはフラットな写りとか失敗写真が少ないっていうのは結構気に入っている点で、価格以外にもおすすめできる点はかなりあるかなと思っています。ただその写りが気に入っているとは言っても、色味だけではなくやっぱりこの価格ですよね。700円で買えるフィルムっていうのももうほとんどないんですよね。だからそういった面でもこれからフィルムで撮るのを諦めないための一本としてもおすすめできます。というわけでこの流れでついでに購入する店舗ですが、最安で買えるお店っていうのは多分ですけどカワウソ商店さんだと思います。10本パックで買えば1本700円なので、ポイントも考えると1本670円ぐらいになるんですよね。かなり安いですよね。最近で言うと ISO100 のフィルムでも富士カラー100とかかなり安かったり、中身は業務用なんですけどそのフィルムも1本1000円超えてしまうので、そういったことを考えるとすごくもう安くて使いやすいかなと思います。10本単位で700円と言ったんですけど、1本で買っても780円とか770円だったと思うので、1本で買っても全然いいかなっていう感じですね。今回はカワウソ商店さんで購入したんですけど、別の動画でフィルムを安く買えるおすすめのお店まとめみたいな感じの動画を作っていますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。このカラープラス200はカワウソ商店さんで買わなくても十分安いので、全然 Amazon とかで買ってもいいかなと思います。概要欄にその動画のリンクを貼っておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。というわけで今回はコダックカラープラス200についての紹介をしてみたんですけど、最後にもう一度まとめると、1本700円で購入ができて優しい写り、そしてオーソドックスな写りで使いやすいフィルムっていう印象です。今後はこの ISO200 のフィルムを比較したり、このコダックゴールド200とか富士 C200 の個別動画も作りたいと思っていますので、もしよかったらチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。